私の名前は清香。郊外にある団地で生まれ育った。敷地内に公園があったり、同世代の友達もたくさん住んでいたり、いいこともたくさんあった。しかし、住民同士の関係が密であるがゆえに、プライバシー観念は希薄。自分の話が知らないうちに、近所のおばさんたちの間で共有されていたり、他人からいちいち詮索されるのが嫌で仕方なかった。噂話の好きな住民たちは、お互いの顔と名前はもちろん、家族構成や親の仕事のことまでよく知っていた。あら、清香ちゃん。こないだりなちゃんが男の子と手つないで歩いてたわよ。また彼氏変わったのね。りなちゃん本当にモテるわね。はあ。りなというのは5歳年下の妹のこと。姉の私から見ても可愛らしい顔立ちをしていて、まるでアイドルのよう。そしてスタイルも抜群な上に、あざとくて世渡り上手。中学生の頃から常に彼氏がいて、しかも先輩後輩関係なく、短いスパンで特会引っかえ。そんな妹は団地のおばさんたちの格好のネタにされていた。不思議なことに本人は何とも思っていなかったようだが、世間体を気にする私には大きな苦痛。私自身は見た目も性格も地味な方で、目立つのが嫌いなタイプ。次々に彼氏を乗り換える妹の姉であると認識されるのが嫌だった。両親も近所の噂話には関心がなく、愛嬌のある妹ばかりを可愛がる。そのせいもあり、私は近くに住んでいた祖母の家によく入り浸っていた。おばあちゃんの家行くけど、りなも行く？私はいいよ。だっておばあちゃんの家、なんだか臭いんだもん。妹はいつもそんな調子。私一人で遊びに行っては、祖母に裁縫や料理を教えてもらっていた。そんな子供時代を過ごしていた私は、狭い団地の世界から出たいがために猛勉強をして、地元から離れた都会の大学に晴れて合格。ご近所ストレスから解放された一人暮らしの生活は本当に快適だった。そのままその土地で就職して、同じ年の夫、亮と出会い結婚した。夫は都会出身だが、どこか素朴な雰囲気で、初めて会った時から意気投合。一流企業に勤めているのに、服装や持ち物にも無頓着で、未だに高校時代のジャージを部屋着にしているような人だ。ねえ、来月のあなたの誕生日、どこか外食に行く？夫婦になって初めての誕生日だし、ちょっといいところを予約しようか？家でゆっくり清香のご飯が食べたいな。あの筑前に作ってよ。ああ、おばあちゃん直伝のあれね。お安いご用だけど、せっかくの誕生日なのに、そんなんでいいの？うん、それが食べたい。あの味、ほっとするんだよな。わかったよ。やったー、サンキュー。団地から離れ、愛する夫と過ごす何気ない日常は本当に幸せだった。しかしそんな平和な日々が、ある人物によって壊されてしまうのである。それから2年の月日が経ち、また夫の誕生日がやってきた。結婚してから一緒に過ごす3回目のバースデー。あれから夫の誕生日には、家で私の手料理を食べて過ごすことが恒例になっていた。今回のリクエストも筑前煮。食卓には他にも、夫の好きな唐揚げとだし巻き卵。それに味噌汁を並べた。ごちそうさま。美味しかった。そう？よかった。そうだ、明日なんだけど、帰り遅くなりそう。わかった。残業？いや、同期からの飲みの誘いがしつこくてさ、結婚式にも来てくれた小松って覚えてる？誕生日を祝うからって言われて断りきれなくて。そっか、わかった。それじゃあ先に寝ておくね。翌日、言葉通り夫は深夜に帰ってきたようだった。次の日の朝。おはよう。おはよう。あれ？眠そうに目をこすりながらリビングにやってきた夫を見て違和感を覚えた。いつもヨレヨレのジャージを着ていた夫が可愛らしいモコモコのルームウェアに身を包んでいる。パジャマ変えたの？これ昨日小松からもらった誕生日プレゼント。こういうの初めて着るけど案外いいもんだな。へえ、小松くんってセンスいいんだね。そう答えたが頭の中は混乱していた。小松くんは武骨な印象で
学生時代は柔道に打ち込んでいたと聞いていた。失礼かもしれないが、彼が夫の誕生日プレゼントにあんな可愛いルームウェアを選ぶとは思えない。小松くんって彼女いるの？いや、いないと思うけど。へえ。疑念がさらに深まる私。あんなの明らかに若い女子がチョイスしそうなプレゼントじゃない。まさか亮、私に嘘ついてる？しかしそれ以降、モコモコのルームウェアを毎日ご機嫌で着ている以外、夫に変わった様子も怪しい言動もなかった。小松くんの連絡先を知らなかった私は疑問を解決する術もなく、次第に夫の新しい部屋着姿にも慣れていつもの日常に戻っていた。しかし事態は急展開を迎える。ある日、妹が私たちの家に急に押しかけてきたのだ。妹とは日頃連絡を取らないし、帰省のタイミングもバラバラで、会うのは結婚式以来のこと。ちょっと突然どうしたの？妹は涙目で、なぜか夫にすがりつき、猫なで声でこう言った。私、急に会社をクビになっちゃったんです。これからどうやって生活していけばいいか。クビ？あなた大手の会社で派遣社員してるんじゃなかったっけ？派遣切りってやつですか？大変ですね。よければ次の就職先が見つかるまでこの家で一緒に暮らしませんか？部屋も一つ余ってることだし。りょう、何言い出すの？本当ですか？りょうさん優しい。ありがとうございます。ちょっと勝手に決めないでよ。それに余ってる部屋って、私がリモートワークするときに使ってる部屋のこと？うん、早速机を片付けて、お客様用の布団を敷いてあげてよ。お姉ちゃんよろしくね。待ってよ。リナと一緒に暮らすなんて。あんた、実家に戻ればいい話でしょ？だって突然クビになったって言うから、お父さんたち必要以上に心配するでしょ？確かに、どうしてクビにしたんだって会社に怒鳴り込みに行くかも。清香、妹さんが困ってるんだから助けてあげればいいじゃないか。困った時はお互い様だろ？そうだけど、私が渋っていると、夫はイライラした様子でこう言った。とにかく、今日からリナちゃんも一緒に住むんだ。文句があるなら出て行け。りょうがこんな言い方するなんて。初めて見る夫の姿にあっけに取られ、押し切られる形で妹の居候が決まってしまった。よし、そうと決まれば歓迎の印に一杯飲みませんか？清香、お前は布団の準備をしてあげて。わかった。夫の先導で二人はリビングへ向かっていった。まったく、なんでこうなるのよ。りょうったら私より何倍も可愛いリナにコロッとやられちゃって。まあ、ちょうど来客用の布団を天日干ししてたからよかったけど、私は布団の準備をしながら、1週間前の夫との会話を思い出していた。今度お母さんが泊まりに来るかもしれない。だから来客用の布団を干しておいてほしいんだけど。オッケー、お母さんが来るなら、掃除も入念にしておかなきゃ。今日は晴れの予報だから、早速布団干しておくね。おう、サンキュー。数日後、義母がいつ泊まりに来るのか尋ねたが、夫はあっさりと言った。ああ、それね。お母さんの予定が変わったらしくて、なしになった。その時は何も思わなかったが、この状況を踏まえて考えると、まるで最初から妹のために布団を準備させられていたかのようだ。さすがにタイミングが良すぎる。それにさっきの亮とリナのやりとり、二人とも台本があるみたいにスラスラ喋ってた。まさか。嫌な予感がした私は、息を殺してリビングの方へ向かった。そして少しだけドアを開けて、中の様子を伺う。すると、信じられない光景が私の目に飛び込んできた。そこにはソファーに腰をかけ、親しげに肩を寄せ合う夫と妹。後ろ姿しか見えないが、クスクスと二人の楽しそうな笑い声が聞こえる。そっとドアを閉めて、今目の前で起きていたことを頭の中で整理した。二人はできてる。私はあの人たちの茶番に付き合わされたってわけね。夫の誕生日の時に抱いた疑念がフラッシュバックし、あのルームウェアの送り主が妹なのではないかと直感的に思った。大きく深呼吸をして、わざとらしく足音を立てながら
再度リビングへ。布団の準備できたよ。ありがとう。悪いけど、急に気分悪くなっちゃったから、先に休むね。わかった。お大事にね。りなちゃんも疲れてるだろうから、早く寝てくださいね。あ、わかりました。お気遣いありがとうございます。仲睦まじい姿を私に見られていたとも知らず、よそよそしく振る舞う二人を見て吐き気がした。それ以降も私の前では義兄と義妹の関係を装っていたが、時折距離の近さが垣間見えた。妹が頻繁にボディタッチをしたり、夫が甘い声で妹の名前を呼んだり、それらを目にするたびに発狂しそうになる私。それとなく注意をしても気にしすぎだと言って軽くあしらわれる。爆発寸前だった私は、妹が出かけている時に思い切って夫に尋ねてみた。りょう、もしかしてリナのこと好きなの？夫は間髪入れずにこう答えた。そんなわけあるかよ。りなちゃんは義理の妹だぞ。ならいいんだけど、もし嘘をついてたら、その時は離婚するから覚悟してね。大丈夫だって、そんなことするかよ。夫の言葉を信じたい気持ちと、目の前で親しげにする二人へのイライラがぶつかり合う毎日。その狭間でモヤモヤしていたのは、二人の関係を決定づける確たる証拠がなかったから。そこで私はある作戦を仕掛けることにした。三人で夕食を食べている時にこう切り出した。そうだ、今週末久しぶりにおばあちゃんの家に行こうかと思ってるの。りょうは日中用事があるって言っていたよね。りなは一緒に行く？私はパス。お姉ちゃん一人で行って。そう言うと思った。それじゃあ一人で行って一泊してくるね。おう、気をつけてな。こうして二人っきりの状況を一晩与えることに。二人の関係が黒ならば必ず証拠がつかめるはずだ。何もなければもう疑うのはやめよう。リナが男の人にすり寄るのは昔からのことだし、きっとりょうはそれでデレデレしているだけかも。そう思い、ネットで買った隠しカメラをリビングと寝室に設置して祖母の家へと出かけた。予想通り一泊して自宅に戻ると、夫も妹もいつも通りの様子で私を出迎えた。しかし、洗い物がたまり、ひどく汚れたキッチンを見て、唖然とした。一晩しか留守にしてないのに、何かあったの？いや、晩飯にデリバリーを頼んだだけだけど、りなちゃんがスープを用意してくれるって言って。ちょっと失敗しちゃったんだ。えへへ。失敗ね。だってこの家 IH だから使い慣れてなくて、勝手に片付けたら後々お姉ちゃんが困るかなって思って、そのままにしておいたから。ガスの方が使いやすいもんね。俺もそっち派かも。ですよね。IH だろうがガスだろうが、妹は全く料理ができないことを私は知っている。妹は男にこびるのは得意だが、料理も掃除も苦手分野なのだ。私はイライラしながらキッチンを片付け、二人の見ていない隙にカメラを回収。翌日、録画された映像を見て、怒りで震えることに。どうやら夫は用事をキャンセルしたようで、私が出かけた直後からお揃いのモコモコルームウェアに身を包み、イチャイチャし始めたのだ。やっぱりあのプレゼントの送り主はリナだったのね。このルームウェア、せっかくお揃いにしたのになかなか一緒に着れないからリナ寂しかったよ。さすがに清香の前で二人でお揃いを着るわけにはいかないからな。やっと一緒に着れて俺も嬉しいよ。でも私がこの家に転がり込むってアイデア思いつくなんて、さすがりょうさん、大胆なんだから。そうだろう。まさか浮気相手を妻と一緒の家に住まわせるなんて誰も思わないからね。俺が好きになったのがりなちゃんだからこそ成立する作戦だね。りょうさんと一緒に入れてりな嬉しい。その後、二人はそのままソファーになだれ込んで営みを始め、その様子もしっかり映像に記録されていた。確かに浮気相手を夫婦の家に招き入れるなんて前代未聞。私のことをバカにしてイチャイチャする二人を見て心底腹が立った。そして疑念を抱いてもなお、どうにか夫を信じようとしていた自分を悔いた。団地に住んでいた頃から妹のせいで苦痛を味わってきた。
必死に勉強したおかげで解放されたと思っていたのに、また苦しめられなきゃいけないのか。私は二人への復讐を誓った。次の日、二人をリビングに呼び、隠しカメラの映像を突きつけた。夫はみるみるうちに青ざめていったが、妹は悪びれる様子もなく、夫に腕を絡みつける。すると夫も開き直ったのか、すごい剣幕で怒鳴り出した。そうだ、俺はリナちゃんを愛してる。これからはここで二人で暮らす。だからお前は出て行ってくれ。わかりました。離婚しましょう。弁護士に相談して慰謝料請求するから、そのつもりで。もちろんリナ、あなたもよ。リナ慰謝料なんて関係ない。そうだ、リナちゃんを巻き込むな。りょうさんかっこいい。そう言って妹は夫に抱きついた。はあ？何言ってんの？まあ、すぐにわかるでしょう。一流企業に勤める夫と都会に立つ家も手に入れ、勝ち誇ったような笑みを浮かべていた妹。ほとほと呆れた私は、まとめておいた荷物を持って家を出た。後日、弁護士を通して離婚が成立。元夫はすんなり慰謝料を払ったが、妹はごねて弁護士に文句ばかり言っていたらしい。そんな状況が1ヶ月ほど続いたとき、弁護士から連絡があり、やっと決着がついたかと思ったのだが、元夫さんがどうしても聞きたいことがあると言って引かないんですが、どうしましょう。なんだろう。どうでもよかったが、元夫がしつこくて弁護士が迷惑がっていたので、聞いてみることに。なあ、変なこと聞くけど、清香とリナちゃんは同じおばあちゃんの元で育ったんだよな。はあ？何言ってるの？恥ずかしながら実の姉妹だし、どちらもおばあちゃんと血がつながってるけど。信じられない。だって。どうしたの？どうしてもあの筑前煮が食べたくなって、リナちゃんに作ってもらったんだ。でも、ごぼうもレンコンも生煮えで硬くて、前歯が欠けちゃったんだよ。あははは。それマジ？まあ私と違ってリナはおばあちゃんの家に行くのを嫌がってたし、料理なんて教えてもらったこともないからね。なんだよ、それを先に言ってくれよ。要件はそれだけ。切るわよ。ちょっと待って。リナちゃん、掃除もしないし部屋は荒れ放題。そのくせ、仕事を探すわけでもないから、ローンの支払い厳しくて。清香、戻ってこないか？私は答えるまでもなく電話を切った。その後弁護士の話では、元夫が愛想を尽かして妹を追い出し、単身用のこじんまりしたマンションに引っ越したそう。しかし妹のせいで水回りがカビだらけになり、退去するときには赤字を背負うことに。行くところを失った妹は両親を頼ったが、当然門前払い。ただ男性にモテるだけと思っていた妹の本性を私から聞かされた両親は、今まで甘やかしてきたことを猛省。慰謝料だけは立て替えて私に払ってくれたが、それ以上手を差し伸べることはなかった。妹は両親にお金を返すために焦って仕事を探しているが、面接に落ち続けているらしい。お金もないのに都会暮らしを強いられ、安い時給のバイトで食いつないでいるみたい。一方の私は誰にも邪魔されることなく、都会で一人快適に暮らしている。身の回りを整え、祖母から教わった料理を誰のためでもなく、自分のために作る。そんな丁寧な暮らしが、今は本当に幸せだ。